フレンチブルドッグを飼いたいと思っている人に一つだけ伝えておきたいこと。それは、フレブルはただの犬じゃないってことです。気づいたら人生そのものが変わってしまっている。そんな魔法みたいな犬なんです。三部品のパパです。フレンチブルドッグを飼い始めて18年目、アラカン59歳です。今回はフレブルを飼いたいと考えている人に僕がどうしてもお伝えしておきたいことをお話します。それはフレブルをお迎えしてしまうと暮らしが変わるだけではなくて、知らぬ間に生き方や性格、考え方とか人生そのものまで変わってきてしまうということです。何を言ってんの？大げさだってね、思われるでしょうね。もちろんフレブルを飼ったらみんながみんなそんな風になるわけじゃありません。だけど一定数、僕のように暮らしがフレブル中心になってフレブルのことばかりに年がら年中明け暮れてしまって、気づいたら人生そのものをフレブルに捧げてしまっている人がいるのは確かです。それは長い時間をかけて徐々に変わっていきます。そしていつの間にかフレブルと生きるための道ばかりを選んで歩いていることに気づくんです。今回は前半で僕がフレブルと出会ってから現在に至るまでにどんなことが変わってしまったのかを、後半ではこれから先僕がたどるであろう未来について今思っていることをお話しします。どうぞ最後までご覧ください。41歳でフレブルを飼い始めた僕は、それまでは妻と夫婦2人暮らしでした。平日はお互いに仕事で朝出勤して夜に帰宅して、土日は2人で出かけて買い物したり外食したりして過ごしていました。これが日常でしたし、子供はいなかったので、こういう日々がねずっと続いていくんだろうなと考えていました。それがフレブルと出会ってしまったことで何もかも変わってしまいました。最初に言っておきますが、これは僕にとって悪いことではありません。むしろその変化をね、心から喜んでいます。では具体的に何がどう変わってしまったのかですが、一つは規則正しい生活をねするようになったことです。それまでの僕は、これはね妻もなんですけど、あまり時間にね縛られることなく暮らしていました。適当に出かけたり遊んだり、寝る時間もねだいたい夜中でした。それが突然フレブルのね世話をしなければいけなくなったわけです。世話をねするのは当たり前のことなんですけど、これって実はお迎えする時ってね、いいイメージしか頭にね浮かんでないからスルーしちゃうんですよね。だから散歩に連れて行かなきゃいけない、ご飯をね用意しなければいけない、遊んであげなければいけない、おしっこやうんちを片付けなければいけないなど、こういったことってもう今となればねもう何でもないことなんですけど、初めてねペット、犬、フレブルをねお迎えした僕からしたら、自分の中にね
そういったね、時間割なんてもともとないからね、作る必要があったんです。これよく聞く話で、犬をね、飼いたいって言い出した本人はね、何もやらないで、家族の誰か一人がね、世話を押し付けられるっていうのがね、あったりしますけど、うちの場合は夫婦二人ですし、僕がね、勢いでお迎えしちゃったのもありますし、それに妻がね、生き物をね、飼うのがね、初めてだったんで、誰かにね、押し付けるなんてことはね、無理な話で、全部僕がね、やるわけです。そうなると、これまでね、好き勝手に暮らしてきたね、暮らしが一変するんですね。朝はきっちり決まった時間に起きて散歩に出かける。もう出勤までにね、ご飯をあげて、留守番の準備もして、帰ってきたらまたね、ご飯をあげて、散歩に連れて行く。そうなってくるとね、とてももう夜中にね、寝るなんてことはできなくなって、もっと早い時間にベッドに入ることになります。で、そういうことでね、だんだんこう暮らしのね、時間割が整っていって、規則正しいね、生活をするようになるまで半年もね、かからなかったですね。で、もう一つはフレブルファーストに、ね、なるってことです。その頃僕もね、しつけの本なんかを買って読んでたんですけど、そのね、中にね、飼い主の暮らしのね、ペースを優先するのが大切ですよとかね、書いてあったんですね。犬にペースを持ってかれちゃいけないよみたいなのが書いてあるんですけど、でもね、うちではこれやっぱり逆にやっちゃいました。何事においてもフレブルをね、優先するようにね、なってましたね。自分たちのことなんかね、後回しです。ご飯はね、先に食べます。あと、出勤前とかにね、体の様子がね、おかしいなとかね、なんか異変がありそうだったら、会社員だった頃は僕はね、もう遅刻、早退、有給休暇、たくさんね、使ってましたね。あと、欲しいものがあっても、まずはフレブルの服、おもちゃ、こういったものをね、先に買っちゃって、余ったお金で自分のものを買うっていうようなね、感じでしたね。どこかに行くのも一緒に連れて行けるかどうかをね、まず考えました。あとは出張とかでね、家を空けることがね、分かったら、夫婦ね、どちらかがね、その日は必ず在宅するようにね、しました。などね、あげればね、ほんとキリがありません。これは僕だけのことじゃなくて、フレブル飼い主さんのね、ほとんどがそんな風になってるんじゃないかと思います。僕はフレブルとしかね、暮らしたことがないんで、まさかね、自分をね、こんな風に変えてしまったこのフレブルっていう生き物がね、とてもね、不思議だなって感じてしまいます。なんかこう、変なね、フェロモン出してるのか、それともね、なんか魔法でもね、使ってんじゃないかってね、本当思いますよね。アラカンでフレブルをね、多頭飼いして18年になる僕と似たような人がね、どれぐらい世の中にいるのか分かりませんけど、前半でお話したように、フレブルと出会ったことで、僕はね、こんな人生をね、歩んできました。きっと僕のね、若い頃を知ってる人が見たらね、想像できないことになってるんじゃないかなと思ってます。だってね、僕自身がこんなね、現在の姿をね、想像してませんでしたから。振り返るとね、こんな風になってしまったね、原因ってね、多分多頭飼いをしたからじゃないかなとちょっと思ってますね。何を今更って話なんですけど、やっぱり1匹2匹3匹ってね、増えるっていうことは、それだけね、フレブルと関わるね、時間も増えていくわけですから、当然ですよね。なので、もし今ね、多頭飼いをね、検討されている方がね、いらっしゃるんであれば、これ本当にね、戻れなくなりますんで、ちょっと注意した方がいいですね。特に単身者や夫婦2人掛けの場合は、人生そのものをね、持ってかれますんで、本当覚悟がね、必要です。それで、
これからの僕の人生ですけど、まあ来年ね、還暦を迎えてここまで来たらね、もう人生なんてね、大きく変わらないと思うんですけど、それでも世の中はね、変わってきてるので、なんかね、影響はあるかもしれません。円安とかね、物価高とかね、中東情勢とかね、結構ね、なんか厳しい未来がね、待ってるような気がしてます。もうほんと若い頃なんてね、将来のことなんかどうにかなるだろうでね、住んでたんですけど、さすがにもうね、60のじじいになったらね、それでは済まないんで、考えなければね、いけないことはありますよね。だからそうなってくると、あと10年はね、何としてもやっぱり頑張っていかないといけないなと思ってます。10年経ったら、僕はもう70歳。蘭丸は13歳。ひまわりは、長生きしてくれていれば15歳。ボンはその頃にはね、もうきっと天国へ旅立ってるでしょう。これはね、暗い話じゃありませんよ。僕は3部碑ね、みんなを見とるまでは、この子たちがね、変えてくれた僕の人生をね、続けていくことになるんです。きっとこれから10年もね、本当いろんなことがあるんでしょうけど、この子たちとのね、暮らしを大切にして、この子たちをね、最優先に、フレブルファーストであるのはね、変わらず続けていくのがね、僕の人生になるんだろうなって思っています。そしてそれが僕と妻の幸せになるんだろうなと、今は思っています。さて、今回はフレブルを買うと人生が変わるというお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。これは余談なんですけど、YouTube のね、データを見ると、このチャンネルの視聴者層がね、わかるんですが、その大体 90% が45歳以上です。若い人にはね、ほとんど見られていません。それと、男女のね、比率もデータでわかるんですけど、男性の方がちょっと多いです。これってね、ペット系のチャンネルではとても珍しいね、現象なんだそうです。そう考えると、僕と同じように、フレブルにね、人生を変えられてしまった人がね、この動画を見てくれている確率がね、高いんじゃないかなと思ったりします。皆さんでも人生までとはね、いかなくても、フレブルと出会ったことで変わってしまったことなどがありましたら、ぜひコメント欄で聞かせてください。また、少しでもこの動画を面白いと感じていただけましたら、チャンネル登録やいいねをしていただけますと、とても励みになります。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。